おはようございます。マスターです。パー出たはい、今日はですね、増田岡田先生のですね、岡田大師匠の本のですね、パー出たをですね、やってみました。今日もですね、張り切っていきたいと思います。いつもですね、ブログをご覧になってくださって本当にありがとうございます。今日は体育の日ですね。外は晴れてるのかな、これ雨なのかな、わかんないですけど、10月10日っていうのは365日のうちで一番晴れの日だと言われてますけれども、なんかちょっと今日は天気がいいのか悪いのかちょっとわからないですけども、はい。そんな感じで今日もですね、行ってみたいと思います。今日はですね、ちょっとまた相談が来てますんで、その相談に対して、答えていきたいと思います。今日はですね、施術の結果が出なかった時にどうやって患者さんに説明していったらいいかというですね、お話をしていきたいと思います。この話を聞くことによって、施術の結果が出なかった時に、どういうふうに患者さんに伝えていけばいいか。じゃあ、その患者さんをどういうふうに気持ちよくというか納得させられるのか、ね、納得していただけるのかということをですね、お話ししていきたいと思いますんで、ぜひですね、ご覧になってください。今日はですね、おとさんという方がですね、から相談いただきました。増田様、はじめまして、おとと申します。増田様にご質問があります。初診の患者さんで施術をした結果、あまり結果が見られなかった、治らなかった患者さんには、どのように説明するのがベストなのでしょうか。問診時には骨盤が歪んでるとか、背骨が歪んでるとか言っちゃっている手前、変化がないと患者さんに申し訳ないのと、自分の技術不足を痛感し自己嫌悪に陥ってしまいます。何か良いアドバイスがあればよろしくお願いします。お父さんということですけれども、どうもありがとうございます。これ、超初歩的なことなんですけれども、で、患者さんっていうのはもちろんですけれども、何か悪いところから、要は痛いところから痛くなくなるところ、例えば内科系疾患いったら何か顕著な疾患があるところからそれが出ないところまでまずは治療していきますよね。で、みんなですね、こういうですね、元さんみたいに、一発でですね、良くなるということではないんですけれども、変化が見られなかったらどうしますかということなんですが、これはですね、元さんの言われるように、一つ技術不足っていうのもあります。しかしですね、技術不足ももちろんあるかもしれないです。しかし、ここで陥ってほしくない間違いが、要は技術じゃ良かったら患者さん来るのかってそうではありませんので、ぜひですね、気をつけてください。で、そんなことよりも、もっと重要なことがあって、ある一つのですね、重要な事実を今日お話ししますけれども、それは、技術がいいにもかかわらず治らないっていうのは、その患者さんの症状の、要は痛みが深いってことです。もう一回言いますね。症状が一回で良くならないほど深いので、来続けてくださいっていうことはとても大事です。これどういうことかって言ったら、要は、すごいでかい痛みがありますよね。すごいでかい痛みがあって、それを1回とか2回では良くならないかもしれない。っていうことをですね、まず事前に説明することが大事だと思います。一発で良くなりますよって、もしこのお父さんが、もし患者さんを見る前には一発で良くなりますよってもし言って、その結果であれば気まずくなるのは当たり前です。しかし、何回でワンクールなんで、そういうですね、継続した治療を受けられなければ、うちには、多分向いてないと思いますよ。ちゃんと言ってあげてください。そんな言う勇気がないとかって言うんであれば、紙に書いておいてあげてください。一回良くならない場合がありますと。で、初回の数回で判断される方は、残念ですが、うちの患者さんではございませんので、よそ言ってくださいって言ってください。それぐらいの度胸がないと治療がやめてください。っていうのもありますし、良くならないってことは、さっきも言いましたけれども、技術のもちろんスキルっていうのは少ないかもしれません。しかしです。患者さんの痛み自身が深いっていう事実もありますね。ぜひですね、落ち込まずにですね、こんだけ、僕なんか例を出すと、最初、今の治療の技術を習った時に、ぎっくり腰の人が来たんですね。でぎっくり腰ってみんな思うように結構しんどそうに歩いてこられるじゃないですか。伝って来られるというか。で、その場、良くならなかったんですね。で、その人にどういうアプローチしたかって言ったら、
こんだけ悪いし、また明日もおいで。で、もう3回続けておいでっていうぐらいのですね、アプローチをしたんですね。じゃあ、わかりました、みたいな。スムーズにいきます。大概のケースで、じゃあ、こんだけ悪いので、続けてこないとダメですよと。ダメですよねっていう風に、施術者側が自信を持ってというか、施術者側が要は、必ず良くなるから続けておいでっていう風なですね、安心感です。安心感を与えないと、患者さん自身が不安になってしまいます。なので、こんだけ悪いんですから続けてくることをお勧めしますと。明日、明後日、しあさって続けてきてくださいっていうぐらいのですね、自信がなければ、僕自身は始まらないと思いますので、ぜひですね、もうこれはですね、どういうテクニック使ったら続け、いいですかというよりも、お父さん自身の心意気だと思います。自分がその患者をどうしてあげたいか。一回で、例えばじゃあ一回で良くなりました。じゃあまた来てくださいって言って、また来てくださいっていうですね、要は治療に来てない間にまたそれ以上に悪くなってしまったらどうですか？果たして、それは良かったんでしょうかところなんですけれども、良くないと僕は思いますので、ぜひですね、まだ痛いんであれば、じゃあ、来てくださいって言えばいいです。こんだけ深いんですから、来るべきですと。来るべきというよりは、来た方がいいっすよ、みたいな。ぐらいの気持ちで行った方が、治療もうまくいくし、患者さんからも信頼されるし、かつですね、一番大事なことは、患者さんが来ることによって僕たちって仕事をしてるんで、売り上げしっかり上がりますよね。なので、そういう連携をですね、してください。それがマインドセットという部分なので、ぜひですね、これを実践してみてください。それでは、今日はですね、こんな感じでいかがだったでしょうか。またですね、次相談来てるんですけれども、次はですね、年収3400万円のですね、整体師とちょっと対談してきて、成功の真実についてお話ししていきたいと思いますんで、100万とか200万とかそれ以下の整体師がいかに早く300万になるにはどうした方がいいかっていうですね、具体的な考え方と方法をお伝えしますので、ぜひですね、次の動画も見ていただければなと思います。それでは、今日はですね、体育の日でした。皆さんですね、休みかどうかわかんないですけれども、ぜひですね、体調管理されて、風邪ひかないようにしてください。それでは、今日もですね、頑張っていきましょう。バイバイ。